わしじゃ。君度を魅力じゃ。今回はメガドライブスーパー30人のメタルヘッドの続きをプレイしていくのじゃよ。前回ステージ3までをクリアしたので、今回はステージ4からじゃ。ステージ4のミッション1は爆薬を満載した燃料輸送車を爆破して敵の輸送基地を探し出せというミッションじゃ。バイクを見つけ出してくれとちょっとわかりにくい命令じゃが、要は燃料輸送車っぽいやつを探して破壊すれば OK じゃ。それにしても基地を見つけ出すためとはいなかなか荒っぽい作戦じゃな。引き続きローラーダッシュで街の中を駆け抜けながらレーダーで確認した敵を撃破するのじゃよ。なんか強そうな敵のメタルヘッドがいるのじゃ。しかもその横にはそれらしいトラックもあるな。ありゃ、早々にクリアしてしまったのじゃ。こういうステージでは敵を倒してポイント稼ぎしておくとよいな。ビルが爆破で崩れて押されていた区画に入れるようになったのじゃよ。Mission 2. According to our sources, an enemy supply freight will pass the coordinate A2B4 shortly. I hate to think of what may happen if those supplies get through. ミッション2はミッション1で見つけ出した敵の輸送基地に潜入じゃ。輸送列車が通過するのでそれを破壊するというミッションじゃな。こういうのわしは大好きじゃよ。まずは敵を撃破しつつ列車が通過するという線路を探すのじゃ。ここのエリアはこの固定式の砲台が出てくる。動かないので素早く横に避けて攻撃できると理想じゃな。なんか距離的に当たっていない気がするのじゃ。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。ネタバレもありなので未プレイの人はそのつもりでな。列車が通過する線路を発見したのじゃ。しかも前のミッションで登場した強そうなメタルヘッドが大量にいるのじゃよ。ただ動きも速くないのでそれほど強敵ではないな。列車が来るまではこいつらを倒してポイントを稼ぐのじゃよ。ちなみにここの敵は無限に湧いてくるので列車が来るまでに全滅させようというのは諦めた方がいい。ひたすら破壊あるのみじゃ。The target is in the battlefield. Blow it away. 列車が来たのじゃ。もちろん破壊できないとミッション失敗となるのでひたすら追いかけて破壊するのじゃ。なんとか間に合ったのじゃ。
got the point, I got the equipment. What do you want? How do you want to equip your right arm? Hammer knuckle. Chain gun. Chain gun. かなりポイントが溜まったの How で do you want to 待 equip 望の your メ left ガクエ arm? ンガンをゲッ Hammer トじゃ。 knuckle. Hammer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  grenade. Hammer knuckle. Hammer grenade. Grenade cannon. Grenade cannon. 左腕は無料の knuckle. ハンマーナックルで You'll probably need some optional weapon. Missile launcher. あとはいつもの強化アーマーじゃな。 You'll probably need some optional parts. You finished? 次はステージ Later, 5じゃ。 chump. Stage 5. Mission 1. A part of the enemy's newly developed mech will be transported through this area. Destroy it, or the mech will be activated. ミッション1は敵の新型機を輸送中に破壊しろというミッションじゃ。輸送ルートもマップに赤い線で表示されている。ただ問題の輸送車両が死ぬほど硬くて通常の武器で到着前に破壊するのはかなり難しい。なので今回は輸送車両が到着して新型機が完成してから倒すという戦法を取るのじゃ。このように同じミッションでもいろいろなクリアの方法があるというのが楽しいな。腕に自信がある人は輸送車両でキハでのクリアを目指してもよいのじゃよ。グレネードキャノンとかを連発すれば倒すのはそれほど難しくはないのじゃ。そろそろ輸送車両が到着するな。輸送車両が到着するとクレーンが動き出して敵の新型機を完成させてしまう。この破壊のが噂の新型機じゃ。こいつはとにかく動きだけで、おそらくこのゲームに出てくる敵キャラで最速じゃないかと思うのじゃ。逃げている時は攻撃はほとんどしてこないので、とにかくローラーダッシュを駆使して追いかけながら打ち続けるのじゃよ。しかしこちらが背中を向けると接近して攻撃してくるといういやらしさじゃ。追いかけて倒すのも良いが、この背中を見せると近づいてくる習性を利用してうまく引きつけて攻撃じゃ。こいつの場合は普通に追いかけるとなかなか捕まらなくてタイムオーバーになってしまうことも多いのじゃよ。なのでこの戦い方がおすすめじゃ。Mission complete. Stage 5. Mission 2. We're going inside the underground base.
There's got to be some Mumex at the deepest level of this base. You must open it up and cover our route to the bottom for us. ミッション2はそのまま敵の施設内に潜入し、最深部にいる新型兵器を破壊するという任務じゃ。ここで唐突に主人公の名前がウェインだということが明かされるのじゃよ。まあ、明かされたからといって特にゲームには関係ないのじゃが、ステージ2と同じ基地内のステージじゃが、より構造は複雑に、武器も多くなって難しくなっている。とにかく狭くて避けにくいので、わしは敵の撃破にはこだわらず、さっさと先に進んでしまうタイプじゃ。特に広大タイプの敵は無理に避けるより、一気にローラーダッシュで突っ込んで倒してしまう方が、結果的にダメージも少なく済む場合も多いと思うんじゃがね。エレベーターで地下へと進むのじゃ。BGM の激しいドラムも気分を盛り上げてくれるのじゃよ。ここはギターソロじゃな。敵は無視して大きく回り込んでいくのじゃ。一旦敵基地の最深部に到達したところでミッション2はクリアじゃ。この残り体力だとボス戦があったら多分クリアできなかったな。Stage 5 Mission 3 We may have underestimated the remaining enemy forces. This is going to be tougher than we thought. But we are still counting on you to destroy the newly developed mechs. ミッション3は敵の新型兵器との一騎打ちじゃ。一騎打ちと言いつつ、実は新型兵器は3体いる。まずは護衛の青い機体の2機を破壊するのじゃ。こいつらもローラーダッシュを持っているんじゃないかと思うくらいに動き出すだろう。一機は通路に誘い込んで倒せたのじゃ。よし、あとはボスだけじゃ。この緑のやつがボスじゃ。こちらに攻撃しながら横移動で素早くかわすのが厄介じゃな。
なかなか当てにくいんじゃよ。しかもしっかり派手な影に隠れてくるくらいに賢い。Mission なんと complete. か倒せたのじゃよ。かなり手強かったのじゃ。いよいよ次はステージ6、最終ステージじゃ。買い物も最後な You の got で the point? ポイント I も got the 使い切る equipment. のじゃ。 What do you want? How do you want to equip your right arm? Hammer chain gun. Chain もち gun. ろん右腕にはメガチェーンガンじゃ。 How do you want to equip your left arm? Hammer knuckle. Grenade cannon. そして Grenade 左 cannon. 腕にはラスボス用にハイパーグレネードキャノンを装備じゃ。 You'll probably need some optional weapons. Missile あとは launcher. 定番の強化アーマー Extra じゃな。 armor. You'll probably need some optional parts. You finished? Later, chump. Stage 6. Mission 1. Your trooper is the first to make it to the final destination. The capital is guarded heavily with the latest in defense equipment. Destroy the system for our arriving troops. ステージ6のミッション1はテロリストが占拠する首都に突入じゃ。最新の防衛システムを破壊することが目的となる。とりあえずはローラーダッシュで街の中を駆け抜けるのじゃよ。このように敵の背後に回ってからの攻撃はダメージも少ないし爽快感があるな。目的の防衛システムじゃが、おそらく何らかの出現条件があるような気がする。多分このジープを破壊するのが条件なんじゃないかと思うのじゃ。あの赤いのは敵の兵士だと思うんじゃよ。とにかく後から出現するあの黄色い目玉のような浮遊物体が防衛システムじゃ。ちまちまと攻撃をしてくるだけなのじゃが、とにかく小さいので攻撃が当てづらい。追いかけているうちに結構ダメージを食らってしまうのじゃ。こいつを破壊すればミッション1はクリアじゃ。Stage 6. Mission 2. The president has been abducted by the enemy leader. Troops are keeping the enemies outside Capitol Hall busy. We're going into the hall. The life of the president is in our hands.
You must rescue him. ミッション2はいよいよテロリストたちが立てこもる宮殿内に突撃していく。しかし国王が人質になっているというのに、なんか普通に攻撃を仕掛けてしまってよいのじゃろうか。今までの基地ステージと同じなのじゃが、気をつけないといけないのは床に仕掛けられた地雷じゃ。次の部屋への最短ルートに置いてあることが多いので、普通に進むとかなり痛いダメージを受けてしまう。ちょっと見えづらいのじゃが、地雷を踏まないよう遠回りするイメージで進むと良いのじゃよ。Grenade cannon. Chain gun. このミッションもとりあえず最深部までたどり着けばよいので、ある程度のダメージは気にしないのじゃ。本作の開発メンバーがセガサターン黄金期を支えるスタッフで構成されていることは前回説明した通りじゃ。前回紹介しなかった方だと、ディレクターの小林正秀氏はその後ブルードラゴンやドラゴンクエスト11などでリードプランナーとして今も第一線で活躍されている。またチームリーダーを務めた渡山正宏氏はスーパーハンドオンなどメガドライブ初期からソニックアドベンチャーなどドリームキャストの時期までプログラマーとしてセガの名作タイトルに数多く携わっている方じゃ。あとは海外留学の経験を生かして本作のテキストコーディネートを担当した長谷川良一氏はその後セガのローカライズチームを立ち上げた後、ソニーのローカライズ部門の責任者として最近ではホライゾン2やゴッド・オブ・オー・ラグナロクのプロデューサーを務めている。まさに後のゲーム業界を支えるメンバーが手掛けたタイトルなのじゃよ。セガの層の厚さ、凄さとも言えるな。Mission complete. 体力的にギリギリだったがミッションクリアじゃな。
Stage 6. Mission 3. I never expected you to fight this well, but now this will be your graveyard. ついに最後のステージじゃ。ミッション3はラスボスとのバトルじゃ。まずはこの飛行形態に変形するメタルヘッドが相手じゃ。飛行形態で逃げ回りつつ、時々砲台形態に変形して攻撃をしてくる。この時の砲弾の威力はかなり強力じゃが、破壊はできるので、できるだけ撃ち落とせるという。なぜかの力地にする柱が結構邪魔なんじゃよ。一体この宮殿はどういう仕掛けになっているのか、お1時間問い詰めたいな。なんとかこいつを破壊すると、 Enough テロ child リスト play. のボスが本気を出してくる。 There is only one rule in this world. One power. You will witness the power. Die! 全然別の場所に登場するので、おそらく遠隔操作していたんじゃないかと思うのじゃ。あの紫色の機体が正真正銘のラスボスじゃ。ここまで温存してきたハイパーグレネードキャノンを叩き込むのじゃよ。動きが速いというのもあるが、先ほどのミッション1で出てきた防衛システムをファンネルのように飛ばして攻撃してくる。というか、ボスを見失ったのじゃよ。どこに行ったんじゃろうか。ここにいた。こちらはローラーダッシュなのに、うちの新型は普通に飛んでいるのは不利すぎるな。Mission ついに complete. 倒したのじゃ。
というわけでエンディングじゃ。海外向けのゲームのように見えて非常に遊びやすく、ステージ展開も多彩で飽きさせない良作なのじゃ。ロボット系の FPS としてはアーマードコアやガンブリフォンが出る前のまさに先駆けと言えるかもしれないな。スーパー 32X だけでしか遊べないゲームでおすすめはと言われたら間違いなくわしはこのゲームをあげるのじゃよ。ただそれだけに、もしこのゲームがセガサターンで発売されていたら、もしくはこのゲームを開発するコストと時間でセガサターンのタイトルを手掛けていたらといかなわぬ思いを抱いてしまう時もあるのじゃよ。セガのゲーム機の中ではスーパー 32X というのはなかなか日の目を見ない存在なので、何かの機会にアーカイブとして本作がプレイしやすくなることを願う次第じゃ。クリアするとプレイ内容によって勲章がもらえるのじゃ。条件とかは全くわからないのが残念じゃが、最後までクリアできたので今回はここまでじゃ。本作についてはもう一本おまけ的な動画を公開する予定じゃ。では次回もよろしくな。